全世界の皆さんこんにちは。本日はこれからもうあと数時間後に、ハワイに、撮影の仕事でちょっと飛び立ちまして、それで僕はこの撮影を始めてまだ3ヶ月ぐらいなんですけど、これまで揃えてきた機材だったり、今回はもう本当に撮影がほぼメインで行くんで、どういうものを持っていくのかっていうのを、ちょっと皆さん紹介している動画があったんで、詰め終わった後に気づいて、今、行く前に開けてバタバタちょっと撮影しようかなと思って、今からちょっと、開けていきます。でこの、スーツケース確か80リットルぐらいの、リモアの大きいやつなんですけど、これとあとはノースフェイスの40リットルのカメラ用バッグを使って持っていきます。でカメラは今回まずミラーレスが5台で三脚が4脚でドローンがマビック Air が1台、あとはGoPro ですね。車に外付けして公道を走るときに撮影しながらやれればいいかなと思ったんでを持っていきます。で細かいものとかがいろいろあるんですけど、ちょっとね本当僕パッキングすごい下手くそでちょっとやり方とかはまだ全然なんですけど、これが GoPro の、車の外に、普通にこうバーンってつけると、全然これ割とスピード出しても全く落ちないんで、GoPro で撮影する時のものですね。ちょっとクッション的に入れてるんですけど、でこれはすごくコンパクトデジカメですかね。これ1台だけなんですけど、ルミックスの GX7 ですね。これ一番最初買ったやつです。レンズが共用で使えるんで一応持ってってます。ちょっともう順番バラバラですいません。1個ずつ開けていきます。これがドローンですね。マビックエア。ちょっと今回火山とかいろいろ海辺とかも行こうと思うんで、ドローンも撮影したいなと思って持っていきます。でこっちが、これがカメラ2台、こっちにも2台入れてますね。 GX、 これが G8 か。 G8 とオリンパスの随光ですね。これ 25mm のやつです。これすごく色が綺麗に撮れるんで、これもタイムラプスで、使いたいなっていう感じですね。あとは街撮りとかでも使えるんですけど、今回はZ6、ニコンの Z6 に、何ミリだったか 25mm のレンズをつけて街歩きは持っていこうかなとか思っています。これが2台目で、これレンズが、G8 に、このレンズは、今は12mm のパナライカをつけてるんですけど、これすごくいいですね。星空、成形写真を撮るときに割と広角なんで絵が撮りやすいですね。はい。で僕初めてこういう結構大荷物を海外にカメラを持っていくんですよ。で今回もちょっといろいろ用意できなくて、リモアのこのスーツケースに、白馬のこのインナー、ケースに、ちょっとこうなんですかね、外の接地面のところには、少し強化してやってるんですけど、カメラに全然入りきれないんですよね。なのでちょっともうこちらに無理やり入れて持っていくしかないかなと思って、これに入れてます。でこれが三脚のヘッドですね。これむちゃくちゃ重たくて、これ最近導入した、ジッツォの三脚なんですけど、これがねジッツォのシステマチックの4型ですね。僕結構重たくて、で、マウンテニアとかトラベラーとかもあるんですけど、今まで使っていたのがマンフロットと、マンフロットの B フリーとマンフロットの、トラベラーズ三脚を使っていて、
一番こう強固な全然ブレないものをちょっと手に入れたかったんで、基本国内は車で行くんで重たさはまあいいだろうと思って、まずは一番こうブレずにタイムラプスだったり動画をしっかり撮影できるようにこれを買いました。で、まあ、後々おそらくハマってきてどんどん新しいもっとよりいい質のいいものを買うときに、まあ、トラベラーの実のトラベラーの、まあ、多分2型とかをそのうち買うと思うんで、まず今回はとにかくタイムラプスで割といい絵をどうにか撮りたいんでこれを買いました。で、こちらの雲台がまあ、水平出しができるものに、フルート雲台ですね。かなりこうスムーズに動かせるもので、この2つの軸を使ってパンとチルをコントロールできるやつですね。でこれが入っていますと。いや普通に自分で考えて持っていきすぎだと思うんですけど、まあ、やるんだったらやりすぎぐらいやった方がどう考えても僕は、満足すると思うんで。で、こちらがマイクですね。飛んじゃった。外付けのマイク、ロードのマイクで、今使ってるこの、カメラにも上にもついてますね。でこれが別の、まあ、予備レンズというか、まあ、ポートレート写真とかを撮るときに、パナライカの、まあ、42.5 を使って、まあ、F 値がこれかなり明るいんで、何ぼだったかな、 1.2 まで開けるんで、まあ、今回まあ、ちょっととあるファッションショーに撮影に行くんで、それ用の、まあ、使いたいなと思ってます。まあ、本当はねもっとねなんですかね、ズームできるやつがいいかもしれないんですけど。でここに入っているのが、腰椎防止ヒーターが、2つで、これがドローンにつける ND フィルターですね。おそらくハワイとかは結構日差しも強くて、で、国内で撮影をしている時も、割となんですかね、白飛びするというかが結構あるんで、シャッタースピードとかうまく調整できないんで、これでやります。で今もうすでに1個つけてますんで、これね、ちょっとネットでいろいろ検索して買ったやつなんですけど、これつけるときにマビックエアのそのカメラのところがめちゃくちゃ硬くて、正直こう壊れるんじゃないかと思いながらつけました。ただなんとか無事つけました。で、これがG8 の、外部バッテリーですね。これを、ここを普通に入れてモバイルバッテリーにつなぐと、時間がそのモバイルバッテリーが持つ限り、できますね。これはスマホを三脚につけるやつで、それであとはこれですかね。これ結構重要なもので、持ち運びのハードディスクですね。結構強度もなんですかね、頑丈なタイプを買ってます。で今回メモリーカードを、XQD を120を3枚、SD カードを4枚、256を4枚持っていくんですけど、おそらく、1週間近く行くんで、かなりこう回しっぱなしに近いような状態なんで、これ2テラあるんで、2テラ分はこの中に入れて、メモリーカードの容量を開けようというような作戦です。でこれがいつも使っているモンベルのライトですね。もう一つペンライト持ってってます。向こうでちょっとキャンプもできたらいいなと思ってるんで、海外に持っていくときにすごく便利だっていうものの一つの中に充電器、変圧器っていうのかなこれ、例えば今回ハワイに行くんですけど、USA 押す、これを USA を押すとここに出てくると。これで挿して、電源 USB-C、USB が4つっていう感じですね。これか。
例えばEU とかだと、違ったコネクタが出るんで、結構世界中どこでも使えるというようなお触れ書きの Amazon コメントだったんで買ってみました。はい、ですね。こっち側はこんなもんかな。で、そう、これですね。これが割と重要だ。これが、カメラフィルターですね。こっちから、ちょっと待ってくださいね。これがソフトフィルター、52ミリだったかな。確か52ミリだと思う。ソフトフィルター、こっちがなんかこう十字架に光を反射させる。街灯とか星とかを撮るとちょっとこう十字にピーンって光るようなもの、この間のジンバ型でタイムラプスを撮るときに使ってます。でこれが ND フィルターですね。これが16分の1とかなんかそんなやつだったかな、確か。こういうやつですね。明るいところをちょっと光を抑えてシャッタースピードをなだらかにするみたいな。せっかくなんでこれとかもやってみます。なんないと思いますけど、全くなんないですねこれ。ソフトフィルターはちょっとあるかもしれないですね。ソフトフィルターは変わりました？変わるかなこれ。ちょっとでも変わってる気がするんですかね。ぼやーっとこんな感じです。どうでしょう。ソフトフィルター、僕が撮影する人とかは割とこうなんかぼやっと撮ってくれっていうオーダーがあったりするんで、これを使うパターンは割とありますね。で、これがですね、ちょっと僕名前忘れたんですけど、景色とかを撮るときに、例えば水の反射とか、偏光サングラスみたいなイメージですね。これはそのフィルターをちょっと今回海とかを撮ろうと思うんで買ってみました。でもねこれとかなんかちょっと今モニターで見てるんですけど、ちょっといい感じにとりあえずこんなもんで、はい。でこちら側はこれで終了で、こっちはちょっと洋服とかなんで、大したものじゃないですね。で、小さい三脚として、マンフロットのトラベラーズ三脚ですかね。本当これ軽くて小さくて持ち運び性はかなりいいんですけど、いかんせんその分すごく細くてめちゃくちゃ弱いんで、あんまりなんかこれでタイムラプスとかは正直撮りたくないんですね。で、今回、新しくこれも導入したのはジッツォの、ダブルプラットフォームといって、三脚の上につけます。で、こっちか、三脚の上につけて、カメラを2台取り付けて、そこで向きを変えてタイムラプスを撮るとかっていうのができます。なので一つの三脚で2台カメラが使えるんで、かなり便利じゃなかろうかと思って、こちらをちょっと導入します。でジッツォの4型なんで、足がかなり頑丈なんで、こういったのを2つ別々置くよりも、こっち1台で、がっつりした頑丈なもので撮影をした方が、タイムラプスとかは、綺麗に撮れるんじゃないかということで、こちらをやってみます。ただしよくあるタイムラプスは夜の撮影でなんか足を三脚に引っ掛けてもう台無しになるっていうパターンが割とあるんですけど、あるっつっても僕は今はないんですけど、なんかそういうのを考えると、あえて2台とか3台別々の、ロケーション場所、三脚でやるっていうのも、十分ありなのかなと思うんですけど、僕は、今回は割と多分人数とかそんないないはずなんでこれでやってみます。でいつもリステリンですかね。あとは、洋服をねうまいことクッションに使って、で、これが雨が降った時用に、念のため持ってってるんですけど、雨降っても
カメラを、まあ、撮影なんですかね、カメラにかぶせて撮影するやつですね。でこちらがマビックエアの、まあ、コントロールとかが入ってますですね。これまあ充電器で、今回持っていけなかったものっていうか、まあ、まだ持っていけないんですけど、持っていかないでおこうっていうものが、まあ、DJI の浪人ですね。これすごい迷ったんですけど、ちょっと今回、まあ、荷物の重さとかもろもろ考えると、多分これ超過料金かかるんじゃないかぐらい重いんで、ちょっとこれやめておきます。本当はね、Z6、ニコンの Z6 が、まあ、これとコネクトしてタイムラプス、モーションタイムラプスの設定ができるんであれば持っていこうと思ったんですけど、多分今現在まだ対応が間に合ってないんで、まあ、持っていったところで、まあ、手ぶれがなくなるぐらいしか、まあ、ちょっと効果がないんで、まあ、ちょっとね、こうファッションショーの時はこれ欲しいなとか思ったりもするんですけど、まあ、ちょっと重たさとかを考えてこれはやめておきます。はい、で一旦スーツケースはこんな感じですね。ちょっと一回閉めますね。ちなみに困った時のロキソニン、これ僕腰痛がよく出るんで、まあ、何かあったら持っていきますと、なんか乾燥するやつ、これ持っていけるんですかね、これ飛行機とか。まあちょっとダメだったのは捨てなくちゃいけないですけど入れときます。はい、結構もうこんな感じでパンパンです。で、なんとこれも持っていきます。ちょっとね、もうすでにきついなっていう感じなんですけど、このカメラバッグを持っていきます。まあ、サイドに三脚を1個置いてて、まあ、ここにも三脚つけれるんですけど、ここにも三脚つけれるんですけど、持ってったところでこいつに入れといたら楽かなっていうことで、これが、まあ、ちょっとなんか今回巻物みたいなのにいろいろ筆でなんか書いてみようかなと思って、持っていきます。これはなんかちょっとした遊びですかね。はい、でよっ、ここにこうサイドに開けるやつがあって、これを開けるとカメラですね。これが、Z6、ニコンの Z6 に、日光の 35mm をつけてますね。これはなんか街中でも使えるしっていう感じですかね。この 35mm はちょっと1本、あってもいいかなと思って買ってみました。ちょっとサイズが合ってないんですけど、今回は仕方ないで、ここに入れて、もうこのバッグ便利ですよね。いろいろとちっちゃな場所があるんで、かなりいろいろと入れられますね。でこちら側で、反対側ですね。これお願いします。こっち側に、すみませんね、汚くて。これが今回も絶対に忘れられない、もうメインの
タイムラプスでこれを忘れたらもう作品が台無しになるレベルのシグマのアートレンズ F1.8 の 14mm ですね。すごいですよねこれ。この間の陣馬型山のやつはこれで撮影してます。これで水平線を撮ってきます。あとマグマのところとかタイムラプスで撮れたらいいなと思って。この辺はこう一番高いカメラとレンズなんで、手持ちで持っていこうかなと思います。ギリギリなんですよね。パッキング下手くそっすね、ほんと。あとはノートパソコンとかが入ってるっていう感じですかね。はい。これでハワイに行ってきます。それでは。